普段会社で働いているときに上司、同僚、部下の方々とお話しすることも多いと思います。会話の中でなんとなくうまくいかないな、思ったように伝わらないなというふうに職場でのコミュニケーションに悩んだことはありませんか？そのような悩みは心理学の考え方を用いることで改善できる可能性があります。今回の動画ではいつもクールで論理的だが少しとっつきにくい上司への対応について具体的に考えていきます。過去動画で心理学の一分野である交流分析で用いられるエゴグラムという性格診断法をご紹介しました。大まかに言うと、人は誰でも父親のような厳格さ、母親のような優しさ、大人の冷静さ、従順な子供、自由奔放な子供といった5つのキャラクターを使い分けているといった内容です。今回の動画はこの過去動画の内容を踏まえた内容となっていますので、まだご覧でない方はぜひご覧ください。なお、この動画は交流分析の考えを参考に、個人的な理解も交えながら作成しています。興味を持たれた方は、専門の書籍等もご参照いただければと思います。早速ですが、いつもクールで論理的だが、少しとっつきにくい上司との会話例を挙げます。そのような上司に、何々の進捗はどうなってる？要するにどういうこと？それで何が問題なの？といったことを言われた人もいるかもしれません。このようなことを言われると、ですね、と言葉に詰まってしまう時もあるのではないでしょうか。このような上司の発言は、上司の中の A、つまり大人の冷静さの部分から発せられます。どこに向かっているかというと、相手の A、つまり同じく大人の冷静さの部分に対して発しています。このような上司に、何々の進捗はどうなってると聞かれたときに、だいたいいい感じですといったような、エゴグラムでいう FC の部分、つまり感覚的、直感的な特性を持つ自由奔放な子供の部分から曖昧な言葉を発するとどうなるでしょうか。おそらく、具体的にはといったように詳細を聞かれることも多いでしょう。抽象的で曖昧な回答をするとスムーズに会話が続かない可能性があります。このような時は、例えば順調に進んでいる時には、予定の 80% まで完了しており順調です。あと2日で終わる見込みです。といったような回答をしてみましょう。このように数値、データ、具体的な事実を含めて回答してみましょう。進捗に少し問題がある場合はどうでしょう。少し遅れ気味ですが大丈夫です。といった言葉も上司に突っ込まれる可能性があります。例えば、一部トラブルがあり進捗は 60% で予定より1日遅れています。ただ、対策を進めているのでリカバリー可能です。といったように、課題がある場合は対策もセットで伝えるといいでしょう。また、上司に判断を仰ぎたい場合には、例えば、まあまあですが、ちょっと悩んでます。というのも曖昧さが残ります。このような時は、例えば、作業は 70% 完了しましたが、〇〇の部分で判断が必要です。A 案と B 案のどちらがいいかご相談させてください。といったように、論理的、効率的なコミュニケーションを意識してみるといいでしょう。まとめです。この動画では、いつもクールで論理的だが、少しとっつきにくい上司の方に対する対応例を見てきました。心理学のエコグラムの考え方を用いることで、それぞれの対話を構造的に見ることができました。具体的には、大人の冷静さを持つ A の心を使い、数字、データ、具体的根拠を使いながらの論理的な会話で対応することが大事であることを見てきました。そうすると上司からも良い評価を受けやすくなるでしょう。常日頃から数字で考えることは自身の成長にもつながりやすいです。論理的に考える癖を作る論理的に考える癖をつけるためにも、このような上司の存在は貴重だと言えるでしょう。
この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。